みんなで楽しむパナソニックじゃないディスカバーライド特別編、みんなと楽しむパラサイクリング。イエーイ、合ってます？合ってる。よかったよかった。噛んでないね。危ない。どうですか？わかります？俺初めて。よくぞ聞いてくれました。ここは伊豆のベロドローム、トラックレースを頻繁に行われているもうナショナルの会場でございます。東京オリンピックとかのね、あれで使ったところだよね。そうなんです。すごいね。何のために来たかというとですね、パラサイクリングって何っていうのをですね、皆さんに知ってもらいつつ、僕らで体験してね、みんなにちょっとね、見てもらおうと。本日のスペシャルゲスト来ましたが、サポートライダー。サポートライダー。人生もサポートしていただきたいんですけど。はい、来ました。健丈さんです。はい、こんにちは、健丈です。はい、よろしくお願いします。お願いします。健丈さんには今回ちょっといろいろ準備してもらったと思うんですけど、僕ら以上にピンときてない視聴者が多分いると思うんで、何をしているんですかっていうのをちょっと簡単に。そうですね。パラサイクリング、日本語直訳すると障害者の自転車競技になります。で、障害者たくさんいろんな、ジャンルの方いらっしゃると思うんですけども、特に、身体の、障害の方、そこで使う自転車っていうのがいろいろありまして、脳性麻痺の人が使うトライシクル、三輪車ですね、の自転車だったり、視覚障害者の方が使うタンデム自転車、普段は車椅子で生活している方が使う、なんと足で漕がない自転車でハンドサイクル、手で漕いじゃいます。自転車を多分ケンジさん終わった後には超マッチョになってます。パンプアップされますね。乗ってみたいよね。どんなもんかなとか、選手もそうですけど、ちょっと機材面もね、僕が気になる部分ではあるんで、そういったところも結構根掘り葉掘りちょっとね、今回見せていこうと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。お二人で乗っていただくといいと思いますね。マジですか。僕らちょっと相性どうだろう、怪しいけど相性占いにもなると思います。じゃあちょっとディスカバーライダー継続するかどうかもこれに今日にかかってます。やばいね。お世話になりました。いや。屈強な男たちがやってまいりました。よろしくお願いします。タンデムのパイロットやっています。宮原と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本記録保持者なんですよね。トラック1キロめちゃくちゃ速い。もうガタイ見ればわかると思うんですけども、僕がなんか華奢に見えちゃうぐらいですね。2人ともガタイがいいですと。木村和平です。木村さん。はい。僕は視覚障害で、僕は一人では自転車に乗れないので、パイロットの三浦君にサポートいただいて、2人で自転車の競技を行っています。なるほど。バイクがこちら。見てください。僕らがね、代々木公園で見るタンデムとかちょっと違いますよね。めちゃめちゃすごいバイク。ちょっとこっちにねみんなフォーカスしがちだと思うんですけど、まずは競技についてちょっとお二人にお伺いしたくて、ロードとトラックと2種類あると思うんですけど、トラックっていうのはどんな競技になるんですかね。トラックは、国際基準だと、ここベロドロームもそうなんですけど、250メートルの競技場の中を走る種目で、メインは1キロのタイムトライアルをやってる。用意ドンで1キロ。そうですね。4周走るってことなんですね。そっか、1周250だから。そうですね。じゃあもう用意ドンから全力って感じですよね、多分ね。もうそうです。いかに加速をこう短く最高速度まで持っていくかみたいな、そしてそれを維持するかみたいな。なんていうんですかね。カルフィーっていうメーカー、アメリカのメーカーだったと思うんですけど、タンデムを作れるメーカーが世界で結構少ないので、僕らはアメリカのメーカーのカルフィーを購入して、利用していると。僕らがよく乗るそのロードバイクのフレームと比べてやっぱちょっとやや太く見えますよね、この辺りとか。チェーンも面白いですよね。これこっちとこっちでやってるってことなんですね。はい、こっちは完全に2人の足を合わせるために、で、後ろがいわゆる単車とかでもよくある、そうですね、主になる。ここがなんか難しそうですね。いわゆるこう固定だから連結してるから、足のこの合わせが上手にならないとこうちぐはぐ感というか。そうです。2人の足を合わせるのはやっぱ一番難しいところだと思います。そうですよね。お互いやっぱ踏むタイミングだったりとかはタンデムの一番難しいところですし、一番面白いところだと思います。2人でどういう走りをするかっていうのは突き詰めて、乗ってる時間より話す時間の方がメインにはなるんですけども、どういう例えば座る位置もご自身で乗ってる、1人で乗ってると前乗りとか後ろ乗りって好きにできると思いますけど、パイロットによって操作感変わるので、
後で走れば多分ちょっと分かると思うんですけどコーナーの感じとかも含めて、どこに乗ったらいいのかとか、どう握った方がいいのかとか力加減とかっていうのはやっぱり2人で話しながら突き詰めないといけない部分になりますね。はい、重量ね、ちょっと持たせてもらってもいいですか。そうですね、真ん中で。ありがとうございます失礼します。倒さないように、これ相当高いですよね、大きなね。失礼ないぐらい。噂によると月収ぐらいだといやーさっき健三さんがじゃあ意外に大したことないかもしれないです。僕の月収はちょっとだいぶ急降下していや失礼します。おお、軽い、思ったよ本当ですか。り思ったより軽い。もっとうってくると思ったけど、少なくともその E バイクとかよりも全然軽いですね。11、2ぐらい。それぐらいだと思います。そうっすよね、はい、ちょっとこの辺ねそうっすね、僕の持ってる E バイクよりは全然軽いから11、2ぐらいですね思ったよりやっぱ軽いっす。ということで価格は健太の月収ぐらい、想像にお任せしてさせ概要欄に出てる。概要欄に探せばもしかしたら出てくるからね、ちらっと乗ってみましょうかね。そしたら、じゃあ一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。力力まないように気をつけます。逃げられないです。うわー、固定ギアですね。当然ですけど、うわーでかい背中が背中がで実際こうなることでしょう。はい、じゃあ行きます。おー、なるほど。ジェットコースターに乗ってるような、この目の前に人がいる確かにそうかもしれない。感じ近いかもしれないですね。はい、じゃあ入ります。あー、強度はそんなにきつくないはずなのに怖くて心拍上がりますね。ダウンヒルやってる時みたいな。いやー、もう恐怖感伝わってますか、僕の。なんか伝わってないですよね。絶対ハンドルが結構力入っちゃってる感じがします。やっぱ入ってますか。はい。ぽかったっす正直伝わってんすよね。ハンドル強く握ってるのがお尻でこうなんか伝わっちゃうって感じですか。体全体的に伝わるって力入った時に前の方まで伝わるんです。伝わって、その自分が思った通りのコースを走れないって感じ。一番高いとこまでは今回行かなかったですけど、これが一応タンデムのトラックということでした。はい、次に行きます。タンデムトラックが終わりまして、次は二輪です。二輪トラックということで、お二方呼べました。よろしくお願いします。ちょっと僕らちょっと寄りましょうか。若手から川本翔太です。二輪の、自転車を片足で漕いでます。はい、両足義足で自転車を漕いでます。藤田正樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人とも超実績のある選手なんですけども、その義足とか、片足がこうねない状態でも自転車って乗れるの？どうやって乗るのってところ気になると思いますので、これですか、アルゴン AT、はい、こちらのバイクトラックはこれ走られてるんですね。はい、ちょっと僕こう持たせてもらってもいいですか。やっぱり一番ちょっと注目なのがここですよね。左足をこの中にそうですね、入れてって感じですかね。残った足をここにはめて、漕いでます。これが結構特注品になるって感じなんですか。そうですね、自分のこの足に型を合わせて、作ってます。なかなかこう目にすることはないですけど、なんかかなり軽そうですよね。カーボン的な。そうですね、はい、カーボンでですよね。作ってもらってですよね。はい、見てもらうと分かるんですけど、反対側クランクついてないですよね、やっぱりね。はい、普通のクランクを綺麗に削ってもらって、削ったんですか。はい、この形になってます。これをはい、棒を削ってこそうですね、こまで持ってってるんですか。はい、そうなんですね。びっくりした、それは。今日一番のびっくりかもしれない。なるほどね。バイク、こちらもアルゴン AT のバイクですけども、パッと見は普通の自転車とそんな変わんない感じがあるけど、
普通の競技者が乗る自転車と全く変わりがないんですね。ですよね。 C クラスだとその腕がなかったり足がなかったり、麻痺があったりで人に合わせてその選手に合わせていろんな調整とかするんですけれども、僕に関しては自転車に特別な工夫はしてなくて、代わりに義足の方が足の方がですね、そうっすよね。足の方にクリートを直付けして自転車と一体化できるようにしています。こっちに結構工夫されてるってことなんですね。こっちが多いですね。そうですよね。義足のそのソケットって足を収める部分がはい。結構その強化プラスチックで作ることがあって、はいはい。でそれがこう、活動量の多い人とかだと、より強度が出せるCFRP カーボンで作ることが多くて、その技術をそのまま応用して作ってるのがこの義足なんです。シリコンのカバーをかぶせてるんですけれども、かぶせてないところにこういう感じですね。シンプルに空力良さそうっすよ。ここなんか後ろフィンに。それはちょっと狙って作ってはいるんですけどやっぱりそうですか。なんかシュッとしてるからエアロっぽいなみたいな。シュッとしてた方が、かっこいいだろうな。大事ですね。大事ですね。その変なし片足だから、はいヒヤヒヤやっぱ軽い方がいい重い方がいいとかあったりするのかなって。レースはちょっと、普通の人で言ったらあれですけど、他のメンバーより同じクラスの他のメンバーよりは軽い方だと思います。いやー怖いな。競輪バンクはあるんですけど、なんかちょっと違う感じしますね。競輪のバンクとはもっとこう壁感を感じるのはやっぱ外が空じゃないからなのかな。こうやっぱ義足って足首は動かないじゃないですか。だからこう普通に走る時ってやっぱ気持ちやっぱ足首が動いてると思うんですよ。そこがこうちょっとこうテクニック的な部分が必要なのかな。どうなんだろうと。今の義足だと足首動かなくて、で大きなアンクリングみたいな動きってやっぱり良くないよっていうのは教科書に、自転車の教科書に書いてあることだと思うんですけども、やっぱりいい加減に動いてくれるっていうのはとっても大事なことだと思っていて、だからこうスプリントが効いたり立ちこぎができたり滑らかにペダリングができる、そういうことがやっぱりやりにくい状態にあるので、そこはすごく難しいし、今のこの体のデメリットの一つだと思ってます。テクニックというよりかは、それがもうどういうふうに今の自分のその自転車に乗るのに影響してるかみたいなのはまだ未だに探っているところではあるんですけども。お外です。第3の選手、はい、次の競技は4つあるパラサイクリングの競技のうちの1つ、トライシクル、はい、ということで福井選手に、来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、福井選手は三輪のバイクに乗ってるんですよね。はい。僕らは基本二輪で乗ってるんですけど、はい。やっぱ三輪じゃないと難しいってことなんですよね。多分ね。そうですね。バランスが取れない障害はい。なので、二輪なので、三輪のそういうこと自転車に乗ってます。バランスを取るのは難しいんですよね。なんで三輪で、やってるんですけども、この三輪のトライシクル乗ってみると二輪と全然違うんですよね。バイク好きからするとこの後ろがやっぱり面白い。
見た目で。そうですよね。もう前を見ると普通のロードバイクじゃないですか、はい。後ろ見ると一気にちょっとこう見たことないような構成になっていて、フレーム自体ははい普通の自転車と同じなんですけど、はいトライヒットって言って、はい海外と普通でドライヒットでフレームをくっつけて走る固定してるってことですはい、よね。これボルトでそうですよね。固定してる感じです。はいはいはい。ホイールも 700C のはい、いわゆるこの普通のホイールと同じ同じ系ですよね。はい、ただブレーキはディスクブレーキなんですね。ここはね。それよくちゃんと止まれるようにってことなんですか。やっぱここに自分ブレーキてかつけられないか。そっかね。そもそもそうですよね。ごめんなさい。確かにリムここにつけられないから。そうです。それはそうっすよね。あとディスクブレーキの方ははいはい。安全性がありますんで。確かにディスクの方が安全性ありますもんね。はい。まずは乗ってみようかなと思いますけども、はい今回用意してもらったのがこちらのバイクですね。結構ごつい見た目とは裏腹になかなか軽くて、フロントはロードの軽さと同じ、でリアも意外に軽くて、トータルで見ると13、大体それぐらい。そんぐらいですよね。ただここのドライヒットの方はあまりにも軽くなっちゃうと、はい、こうなるときに浮いちゃいますよね。あまり傾けすぎたりとかするとね。多少重くはなってる。なるほどなるほど、はい特別こう専用のギアとかディレイラーを使ってる、まあこの辺はちょっとね繋いでる部分は特別な部分ですけども、基本的には同じような感じで、そうですね。でシートポストでクランプして、はい。ここの、クイックとかかなで、ガチャンとクランプしてるっていう、こう2点止めか、はいでやってるって感じですね。ちょっと軽くどんな感じか一緒にね走ってみてはい。いこうかなと思います。ありがとうございます。おお。こういう感じ。ああ、そういう感じ、はい腰を引いて体重で、はいはい、結構なかなか相当体傾けないと、そうですね。これなかなかの二輪ではないっすよ。はい。うわー楽しい楽しい、めちゃめちゃ楽しい。なかなかこの角度にならないです。もう一周だけしていい安定してんだけど不安定みたいな、そんな感じ。でも手放し運転とかできないんですよ。もうパパパパってなっちゃうんで。トライシクルでございました。はい。ありがとうございました。さっきレクチャーしてもらって腰を落とせとケツを落とせと言われて、確かに俺こうやってやってたから違うんやなと、こうなんだなみたいな。クランクはデュラエース、まあシマノのサポート入ってるっていうのもあって、後輪は結構特別なやつですよね。こっちがサイドついてないから。このトライキットが一緒にこのハブも作って送ってくれます。そうなんですね。感知ブレーキでこうディスクを引いてるってことですよね。重いんですよ。そうですよね。やっぱり2つにいってるんですね。ねえ。でここも多分サイズによって変えられるってことですよね。はい、長さ調整ができるようにですね。そうですよね。かなりよくできてる。ということで、はい、トライシクル終わって次は4つ目、ハンドサイクルということで、島田さんと、松本さんに来ていただきました。もう大御所感がすごいと思うんですけども、ちょっと軽く自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、ハンドサイクルの H4 のクラスなんですけど、僕は島田と言います。はい、よろしくお願いします。僕はハンドクラスの H3 のクラスになります。松本と申します。よろしくお願いいたします。センスじゃないけどバリバリやってるっていう、そんなようなニュアンスでいいですか。バリバリまではいかないです。まあ普通には走ってますね。普通に走ってるということで、まあ謙虚なベテランのお二方なんですけども、まあ
お二方に、今回ハンドサイクルっていう、競技ですねをどんなバイクに乗ってるかっていうのもねちょっとせっかくなので見せてもらいましょう。ありがとうございます。どこから突っ込めばいいかちょっとこれ柴田さんのバイク、そうですね、私ですね。はい。これが正しく僕リカンベントってよくああ、そうですね、よく間違われるんですよね。そうと思いますけど、これはハンドサイクルということですね。競技仕様なのかカーボンっぽいですよね。あちこちがフルカーボンですね。フルカーボンハンドサイクルそうですねっていうことですよね。はいミラーがついてたり、ガーミンがついてたり、ちょっとちらっと見たらここにケイデンスセンサーがついてたりとか、普通の自転車と同じような感じでそう見て。カーボンバイクって書いてあるんですね。メーカーですね。あ、メーカーであるんですね。カーボンバイクっていうのは。もうドストレートですね。もうね。そのままですね。ドストレート。チェーンガードこれあれですかね。手が当たんないようにとか。レギュレーションでちゃんと決まってる。なるほどなるほど。ちゃんとカバーがないといけない。いけないってことなんですね。ブレーキもほら、こことここでブレーキしてるんですね。こっちとこっちで。そうですね。下は1個はロック用ですね。あ、ロック用ですね。なるほどなるほど。ギアが結構そしてでかいですね。見ると。後ろこれいくつあって結構。40ですか。マウンテンバイク用のカセットがついてるんですけど。はいはいはい。逆さまで見ると自転車なんでこうやって。そうなんですよ。ああ、逆さまで見るとね。こうやって見ると。おお、確かに自転車ですね。逆さに。こうなってて、ブレーキは、デュラエースのブレーキ。なるほど。ウルフトゥースのをつけて、40T 履かせるようにしてるってことですね。はい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 。ベルトでしっかりと固定をすると、ね、足に関してはちょっとね補助もしてもらってっていう感じですね。かなりこのハンドルがギュインギュインで曲がる感じですね。ちょっとパッと見させてもらった感じだと、うわー、僕生まれて初めてです、この視点は。相当低いですよね。かなり低い視点だな。車でいう F1 みたいな。F1 ですよね、これ。乗ってる感じですよね。うわー、これは。ああ、こういう形になるんですね。姿勢はこんな感じです。はい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 。はい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 。それが、はい、アウターに。めっちゃ多分重いと思います。めっちゃ重かったです。インナーにした方。ああ、なるほど。軽くして。うわ、めちゃめちゃ楽しいですね。これ目線が今までに体験したことのない目線。思います。はい。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これをでも今僕ら 100m ですけど、数十キロ、70キロとか10キロですよね。50から70ぐらいですね。はい。この後コーヒー豆とかできない。横の動き、縦の動きからのみたいな。いやいやいや、はい、楽しい乗り物ですね。視線が結構やっぱり低いので、本当にこれ F1 みたいなレーサーの気分になった感じですね。ちょっとがっつり走ってみたいなっていうのは正直なところ。眩しいので。また今度。何よりも眩しそうですね。そろそろ行かないと僕らもう干上がりますね。元気がなくなってきちゃうんで。干上がっちゃいますね。先ほどトラックをお伝えしましたが、今度はですね、ロードも実はやってるということで、ロードもやってます。じゃあちょっと進行司会を、あちらにいるちょっと暇そうにしているツッチーさんにですね、ちょっとやってもらいつつ、まずあれだよね。これ、ここ。あ、
ギアがついてますよと。ギアがたくさんついてる。パラサイクルのロードは基本的には同じコースを、クラスによって周回数が変わってくるっていう形でロードレースを行うことが多いんですけども、7キロか10キロぐらいでコースが決まってて、そこを決められた距離を走る。大体タンデムクラスは100キロぐらいのロードレースになります。気になるのがさ、変速あるじゃない、はいはいでハンドル2つあるじゃない、はいはいはい誰がこの変速を操るのかっていうのはさ、はいはいはい確かにね前から不思議だったの。じゃんけんでいつ毎回。それは困っちゃうよ。あ、違う。僕がブレーキと変速の役割をしてそうですね。はい、後ろはもう単純にもうハンドルだけ。そうですね。ってことですよね。これも木村さんのこだわりが実はこだわり詰まってるんです。どこ何？実はこれもともと普通のハンドル皆さんと一緒で、もともとはブレーキがついてて、まあ絶対ブレーキしないんで、とはいえここ握りたいっていうので切っていただいて、基本的にはロード走ってる時はここを握ってる。レバーがついてこれがそうです。レバーの部分を外してで、はい、ここを握れるように。やっぱその感覚があった方が、まあ、ロードやっぱ長い距離になってくると握れるとこやっぱいろいろある方がリラックスして登れるので、タンデムでもアタックとかあるんですね。めちゃくちゃありますね。いや、そうなんかこう偏見とかじゃないけど、なんかやっぱりこうやっぱ一緒に息を合わせて走んなきゃいけないっていうので、アタックもタイミングもせーのでやらなきゃいけないじゃないですか。でもせーのって言ってるとやっぱ声を発するのバレる。ああ、バレますね。そこをお互いがどう声を出さずに反応できるか。立ち上がる瞬間に、もちろん僕は弱視で目でも見れますけど、ペダリングが変わるんで、立ったっていうのが分かるから、それ同時に、まあ絶対若干遅れるんですけど、反応して立つ。ペダルで伝わってくるこの力の足影でこう考えてて、立ちそうだなみたいな。ハンドリングも変わりますし、まあ車体がこう動いたのが、まっすぐになったら、ダンシング来るかなこれみたいな。ポイントとかロードレースすごいっすよね。把握して、そのアタックポイントってやっぱ大体決まってくるとは思うんですけど、もちろん全然関係ないところでアタックも来ますけど、そこは想定しながら走るっていうのは。咳払い2回だ。行くんかみたいな。トラックの時もそうですけど、会話を拡散して、そうですね、思想の段階でここで何が起きそうとかっていう話はたくさん教えてもらって、バイク自体もやっぱりこうボトルケージ入れるためにさっきはなかったんですよね、トラックにはこの線が。そうですね、はい。ボトルを入れるためにこう多分1本追加してんでしょうけど、はい、このフレームにはそうですね、補給が取れるように、もともとこれがなかったので、別のフレームだとここから取らなきゃいけなかったので、パイロットの足が横あるので、そうか、これはレース中に戻すのがすごいリスクがあったので、1本入れていただいて、自分で。これだからギアを変えるためだけのスペース、前が2人の足を揃えるためのギアで、後ろが変速するためのギアっていうのが僕としてはすごいこう面白いなーって思いました。ホイールもね、トラックの時はディスクでしたけど、ロードのなんで、ドライスの今回ホイールついてますけど、これはこれでかっこいいですね。最後の競技で二輪のロードレースの競技になります。はい。二輪のトラックはね、先ほど紹介しましたから、レジェンドのお二人に今度はロードバイク、マイロードを持ってきてもらいました。ね、ロードバイク好きの人をお待たせしましたということで、お二方のロードバイクをご紹介します。バイクが今時っすよね。儲かってるっていうことっすね。いやいやっていうのは半分冗談として、シートポストにクランプして、トラックの時はもっとエアロだったんですけど、これはちょっと D 型のシートポストなんですけど、それを合わせて作ってもらってってことなんですね。なんて言うんでしたっけ、このはまるやつ。名称あるんですか？特にない。カップ。そう、カップ。カーボンカップ。クランクを削ったりとかしてるんですか、今回は。はい、これも削ってあって丸くしてあるんですけど、今テープでぐるぐる巻きにしてるのは軽電センサーを、ここにピタッとつけてるだけです。ここに軽電センサーをつけるっていうのがまた面白いですよね。内田さんのバイクは、目になんか入ってしまったということでございますけども、ちょっと待って、換気は回りましたか？今日の楽しい時間が終わってしまうのか、もう終わってしまうのかって感じですか？ありがとうございます。翔太の成長なかなか自転車が手に入りにくかった時期もあったので、選べるものが、これだったっていう理由もあるんですけども、もともとコロナ後は2008年の北京とか、そのあたり
でも乗ってた自転車なので、今また乗ってるっていうのはちょっと縁は感じます。なるほどなるほど。特別何かロードに特別なことをしてる感じじゃなさそうですよね。そうですね。普通の方が乗るロードレーサーと変わらない。ね、義足に関してはトラック用と特に変わったりはするんですかね。今は変わってないですね。はい。義足も複数作るとやっぱり大変なので、今は1個で、はい、併用でやってます。はいはい。ということで以上全部で何種目？6種目ですかね。体験させていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。シンプルに楽しかったっていうのが感想ですね。はい。あとはパラの選手すげえっていうのが速いし、ペダリング綺麗だし、まあもう人間的にも素晴らしい人ばっかりで、とてもなんかいい機会ぐらいでよかったなっていう。ありがとうございます。感想です。パラサイクリングっていうのはすごい人じゃないとなれないんじゃないかなって思ってる人も結構いるとは思うんですけど、そのあたりどうなんですかね。そうですね、今日体験してもらった自転車4つですね、タイプがあると思うんですけども、それぞれですね、やはり障害に応じて、使う自転車が変わってきます。だから乗れない人っていうのがいない、このパラサイクリングは誰でも絶対に乗れるっていうのがパラサイクリングの、いいところだと思ってます。その中でやはり体験して、もっと強くなりたい、もっと速くなりたいっていう人がそういったパラリンピックを目指せばいいだけであって、やはり自転車はまずは楽しく乗ってほしいなと思ってます。なるほど。だからなんか自分が例えば身体的な障害を持ってたりとか、いろんなそのレベルがあると思いますけども、自分が思ってる以上に実はこう自転車乗れたりとか、まあハンドサイクルしかりできることって意外にあって、それを多分知らない人が多いわけですよね。そうですね。もう諦めてる人がたくさんいるんじゃないかなと思ってます。そうですよね。だからそういう人たちってちょっとこうもったいないって言い方したらいいかもしれないですけども、チャンスとか、そのまだまだ全然人生楽しむことっていっぱいできると思うんですよね。このパラサイクルの年齢では、そういった人もやっぱ発掘というか、探してるますよね。そうですね。もちろん楽しむっていうところの先にもっともっと行きたい人っていうのも、見つけたいと思ってますので、発掘、その先にある育成だったり強化っていう部分ですね、そういったところまで、見据えて、私たちはやってますので、まずは入り口に立ってほしいなと思ってます。そうですよね。今回紹介させていただいた何人かの方も多分発掘がきっかけで、こう体験していただいてパラサイクルのイベントに、で健丈さんがちょっと君みたいな感じで声かけて、そこからこう世界に入ってきたって人も結構いらっしゃいますよね。そうですね。やはりみんなパラリンピックにすぐ出れるって思ってやってる人一人もいませんので、やっていく中で自転車にまずはハマってもらうそれが一番大事じゃないかなと思ってます。もしもね、自分自身だったり、周りで親戚とか友達とかそういう人がいたとしたら、ぜひねこの動画をちょっと見せてあげて、そういうのに興味がある人なんかはリンクとかあるんですかね。そういうなんかイベントの体験できる日程とか、私たちの SNS だったりホームページで上げてますので、ぜひそういったところをチェックしてもらいたいなと思います。もう俺つまんねえなとか思ってるような人たちをちょっと連れてってあげると、健丈さんがいいねって声かけてもらって気づいたらベロドロームを発射されてるっていうパターンがあるかもしれないですよね。僕らとしてもね、今後とも、こういった企画発信していきたいと思ってますので、ぜひね応援していただければなと思います。選手たちはもうちょっとね帰っちゃったんですけども、またねきっと会える機会あると思うので、楽しみにしてください。今回の動画は以上でございます。いいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にもリンク、パラサイクリング連盟のリンク貼っておきますのでチェックしてみてくださいと。今回ね土出番があんまなかったんですけども、爪痕は次回残してもらえればなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。